皆さんどうも浩平です。今日もよろしくお願いします。今日は雪、冬についてお話ししようと思います。寒いでしょ、日本。僕は今インドネシアにいるんですけど、日本寒いだろうなと思ってます。2月にね、帰るのでね、すごく楽しみにしている反面、もう10ヶ月ぐらい夏のところにいるので、耐えられるかなと心配をしながら、毎日2月に向けて準備をしています。今日はね、関東の方で大雪の予報が出ていて、多分27、28、29ぐらいですごく雪が降ると思うので、雪の話とか、雪の対策とかについてお話ししようと思っています。この動画は、字幕機能を使うことができます。日本語、インドネシア語、英語、どれでも見ることができるので、お好みの字幕をつけてみてください。また、パトレオンの方にスクリプトもあります。パトレオンのね、スクリプトを見て勉強をすると、読解、聴解、新しい言葉、文化、たくさん勉強することができます。ぜひね、スクリプトを見ながら勉強してください。パトレオンのページは概要欄に貼ってあるので、そちらから見てください。まずね、インスタグラムの方で、皆さんにアンケートを取りました。雪見ましたかね、今年雪見たかどうか聞きました。結果はですね、50% ぐらいでしたね。まあ、インドネシアに住んでいる学習者の人もね、フォロワーにいるので、まだっていう人も多かったんですけど、それでもやっぱり日本にいる人たちはもう雪を見たっていうことでした。いいですね。どうでしたか雪。雪ね、インドネシアの人からすると、まあ、憧れというか、見たいものの一つになっているんじゃないかと思います。日本といえば雪、富士山みたいなイメージですよね。冬っていうのがあって、こう雪が降るっていうのがね、日本を思い浮かべるときに出てくるイメージなのかなと思います。私はもう25、6年ぐらいね、日本に住んでいたので、まあ、今雪を見てテンションが上がるっていうのは少なくなってきてますね。ただただ寒いと。1年で1回か2回見れたらそれでいいかなというような印象を持っています。まあ、日本人はね、みんなそうなのかもしれません。子供にとってはね、雪だるま作ったり、雪合戦したりとか、いろんなね、遊びができるので、あとちょっと強いからね、子供はね。なのでいいのかなと思いますけど、まあ、ちょっと大人になってくると、ね、出勤する時に、歩いて駅まで行くのめんどくさいなとか、こけたら痛そうだなとか、寒いなとか、そういう感想しか出てこなくなってきますよね。で、関東でね、すごい大雪の警報が出ている、大雪の予報が出ているっていうところで、外国人のね、皆さんにも気をつけてほしいなと思っています。今日はその防寒とね、健康管理についてお話をしようと思います。まずね、大切なのは服ですよね。もう今私は半袖を着ているので、防寒とか全くしない。もちろんそうなんですけど、日本に帰るときはね、やっぱり服たくさんいるかなと思います。私も2月に帰るというところで、オンラインでね、服をいくつか買いました。ニットの服、マフラー、で、あとちょっと暖かいね、ズボンの方をね、買いました。もう本当に服一番大切だと思います。舐めちゃいけない。ヒートテック着て、ニット着て、コート着ても寒いから、もう時々ね、ヒートテック2枚着るっていう人もいるし、服をね、5枚6枚重ねて着るっていう人もいます。さすがにね、コートの上にダウンとかは着ないと思いますけど、まあ、中にね、ダウンジャケット、中に着るタイプのダウンジャケットとかもね、売っているので、そういったものもね、買って準備しておかないとすぐ風邪ひいちゃうと思いますね。だから寒いともう本当に何もやる気が出ないので、服っていうのはすごく大切だと思っています。一番のおすすめはヒートテック。ユニクロにね、ヒートテックってありますよね。超極暖まで出ているので、私いつもその超極暖を着ています。もうね、一枚の服として着ることができるぐらい分厚いし、すごく暖かい設計の服なのでおすすめです。で、あとはマフラーとかね、首が出ていたらすごく寒いし、首からね、全身冷えていきますから、マフラーを買って、ヒートテックも着て、でもできたら帽子かぶって、あとね、イヤーマフラー、なんか耳につけるやつね、そういったものもしておくといいかなと思います。で、あと手袋ですよね。手袋も大切です。最近はね、スマホを触り
ながら使うことができる手袋。ここになんか特殊な加工がされていて、スマホ触ることができるっていう手袋もあるので、ぜひね、そういった便利グッズも日本にはありますから、いろんなところで探してみてください。で、あともう一つ大切なのは家の中ですよね。廊下の床、朝冷たすぎ問題、あると思いますね、これ。私が冬で思い浮かべるのは、床が冷たすぎる。もう裸足で歩くことはできないですよね。朝本当に大変。あと夜風呂に入る場合、もう服全部脱がないといけないですから。それで0度とか5度とか、もう本当にね、あの生きていけるかなって思うぐらい、本当に寒いので、家の中の防寒をしっかりした方がいいです。これね、スリッパ、まずね、買った方がいいですね。モコモコのね、暖かいスリッパがありますから。もうそれ履いたらね、とりあえず大丈夫ですよ。うん、スリッパ履けば、まず大丈夫。で、あとは、暖かい靴下もそうだし、裏起毛の服ね。裏起毛ってのは裏に起こる毛と書いて裏起毛なんですけど、服の内側がモコモコになっていて、もう着るだけで暖かい。スウェットとかでありますけどね。なのでちょっとヒートテック着たりするのもいいですけど、その裏起毛のスウェットとかを着るとそれだけで全身暖かくなったりするので、もう裏起毛の服、上下ね、上と下で、暖かい靴下、もこもこのスリッパ、これで家の中は完璧です。絶対に寒くないので、これおすすめです。ダイソーとかにもあるんじゃないかな。僕は無印良品のもこもこのやつとスウェットが好きなので、無印良品をおすすめしていますが、うちのね、中での防寒もすごく大切なので、ぜひ検討してみてください。で、あと、ちょっとね、お金がかかる。お金持ちしか使えないのかな、ちょっと私のうちにはないんですが、床暖房というものもあります。暖房はわかりますかね、エアコンから出てくる暖かいやつですよね。あれ暖房と言いますが、あれは空気でやるもの。僕が言ってるのは床暖房ですね。もう床が暖かくなりますよと。そういう設計がされているうちがあります。これね、随分前から日本では使われている技術なんですけど、これがあるとね、朝も昼も夜も床が暖かいと。僕がさっき言っていた一番の悩み、床冷たい問題が解決するんですよね。だからモコモコのスリッパもいらないかもしれない。靴下はね、多分いると思う。普通に寒いから、足はね。だけど、床暖房があれば、ある程度解決すると思うんですよね。部屋の空気も暖かくなるし。そういったものもね、将来自分で家を買うぞっていうね、人がいたら、ぜひ検討してみてください。あとは防寒グッズ。いろいろありますよね。まずカイロ。持つタイプのカイロもあるし、貼るタイプのカイロもありますよね。シャーってちょっと振るだけですごく暖かくなるもの。これもね、ドン・キホーテにも、多分コンビニにもあると思うので、ぜひ買ってください。これ一つあれば、二ついると思うけどね、手二つあるから。もうコートのポケットに入れて歩いていれば、もう手から寒くなることはないですから。あと、貼る回路ね、部分的に背中とか足とか腰とかいろんなところに貼ることができます。寒くなると腰が痛くなるとかっていう人もいると思うんですよね。そういう人にもおすすめです。やっぱ腰とか背中とか冷えてしまうと体も硬くなったり、それで体痛めてしまっては意味がないと思うので、貼る回路をつけて手だけじゃなくてね、常に体から温かいと。仕事しながらもできると思うし、勉強しながらとか、いろんな用途があると思うので、ぜひ買ってみてください。で、あとは保温ボトルですね。水筒です。水筒ね、普通に入れていたら、温かいものも冷たくなっちゃうし、冷たいものはぬるくなってしまう。そうなると思うんですけど、日本はね、保温保冷ボトル、結構普通に売っているので、ぜひ買ってみてください。朝に温かいお茶を入れて持っていく。もう一日中温かいですから。ね、サーモスとか、象印とか、いろんなところありますよね。もう象印なんて、インドネシアにもね、たくさんありますし、インドネシアでも多く使われている技術なんですが、インドネシアの場合は保冷ですよね。冷たいものを冷たいまま。日本は保冷保温ボトルって言って、どっちもそのまま、温度そのまま保ちますよっていうボトルがあります。これもね、無印に売っています。ただこれはどこにでも売っているし、オンラインショップでも買うことができるので、ぜひ買ってください。いつでも温かい、いつでも熱い飲み物が飲める。もうね、これほどね、体が温まるものはないですから、すごくいい休憩にもなると思うので、ぜひ保温保冷ボトルね、買ってみてください。中にはね、味噌汁入れたりとか、コーンポタージュを入れたり、お汁粉はね、あんまりいないと思いますけど、そういったものを入れて持っていく人もいるみたいです。
スープジャーっていう名前のものもあったりするので、いろいろね、冬の過ごし方、防寒。でね、やり始めるとね、楽しいんですよ。すごく暖かくなってね、服とかね、おしゃれなものもあるし、スープジャーとかがあるとね、好きな味のスープを持っていける。今日は何味にしようかな。今日はコンポタージュにしよう。今日はコンソメにしよう。いろんなね、日本を楽しむことにもつながりますから、防寒ね、寒いのを耐えるだけではなくて、日本を楽しむ一つの手段としてもね、考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。僕もね、2月に日本に帰ります。もう今撮っているのが28日かななので、4日後ですね。4日後には日本に帰ることができるということで、ワクワクしながら、ただね、しっかり防寒しないと、最初に風邪ひいてずっと風邪でしたっていうのもね、情けない話だと思うので、そうならないようにしっかりと防寒をしていこうと思います。またね、日本に帰っていい防寒グッズがあったら、ぜひ皆さんに紹介したいと思うので、チャンネル登録をして次の動画を待っていてください。はい。ということで、今日のお話は終わりです。日本にいる人、とにかく防寒、ね、頑張ってください。で、日本にこれから行く人、これから行きたい人、日本ね、いろんな季節あって、冬は特にね、寒くて厳しいですから。特にインドネシアの人、冷蔵庫より寒いからね。冷蔵庫の中より寒いところで、2ヶ月、3ヶ月過ごす。これがね、どれだけ大変かっていうのはね、少し想像できたかなと思います。ね、なので、これから行く人も十分調べて、十分準備をして日本に行くようにしてください。皆さんが冬をマックスで楽しんでね、すごく冬が楽しかったと、言ってくれるのを楽しみにしています。またね、他に私はこんな防寒をしていますっていうような防寒対策、ね、自分オリジナルのものがあればコメント欄とかで教えてください。インスタグラムとかでアンケートとかも取っています。コメントしてくれたりアンケートを取ったり、いろいろなものをしているので、みんなとコミュニケーションを取りながら、この動画を作っていこうと思っているので、インスタグラムのフォローもお願いします。で、この動画のスクリプトはパトレオンの方にあります。スクリプトを見ながら読解とか聴解とかいろいろな練習ができると思うので、ぜひそちらも楽しんでください。はい。ということで、今日の動画は終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。